ございます。おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。なんかオープンされたばかりってお伺いしたんですけど、9月12日、もともとメインは車屋さんで、建築もずっと30年ぐらいやってるんで、車と建築関係なんですよ。飲食もずっとやってますけどね、飲食も30年ぐらいですマルチタスクってことですか？そう、マルチなんですよね。昨日下ごしらえしたスープとそれとこうミックスしてから前の日の下ごしらえがどんだけできてるかによって来る時間が変わるんですけど、前日やってない場合は3時とかには来てないと。今日は寝てないですよ。1時間ぐらいちょっとゆっくりして、昨日だから帰ったのが2時半ぐらい。ずっと休んでないから、初めて昨日毎日2時間ぐらいしか寝てない。2時間睡眠とかで動けるんですか？やるしかないでしょって。朝入れるの俺しかいないんで。オープン6時。試合抜きちょっとしてまだしばらく見て。リンゴとか入ってるんですね。うちはね、普通は入れないんじゃなくて、他のところ。リンゴ入れた方がうまいんだよ。俺的には。遠くからたまたまだから千葉にいたんだけど、こっちが来るあれがあって通り道だったんで、寄っていこうと思ってみたいな人も結構、静岡の人もこの間6人ぐらいで来て連休の時にそういう方もいるし、朝だから平日は仕事のお客さんが多いですね。仕事のお客さんがバーって大体7時ぐらいまで。8時近くなってくるともうみんな学校の子とか通るじゃないですか。そういう時になってくると1回9時半ぐらいまではまばらですね。逆に暇になる場合もあるだろうし、全然読めない宣伝してないんで。土日祝日で暇な日とかあるんですか？逆に土曜日でちょっと垂れるっていう日はある。だから朝が垂れちゃってみんな休みだから寝ちゃって、仕事の人がいないでしょ。逆に休みだから、ガテン系の人は俺休みだから朝一が来ない。逆にカウントダウンの中で表示があって、あと10杯とか20杯取れるか取れなくなった時にも10のカウントダウン出して、普通今までだと夜やってない時だと、早いと1時半に終わっちゃうんで、この寸胴1杯で大体1時半ぐらいで終わっちゃうんですよ。で2時半ぐらいで大体ほぼなくなるんで、その時はもうそれで終了っつって、それで夜やってくんないかみたいな、継続してくんないかっていう常連さんとかもいて、で寸胴、この寸胴ともう1個あるんで、ちっちゃい半分のやつが、だからそれをちょっと用意して下ごしらえしといて、だから昨日下ごしらえしたやつがこっちに入ってて、だからこれがないともう多分昼の継続はできない。その8時半ぐらいから19時半ぐらいまで暇になる時間に五徳置いて、そこでここで生のまま1
血合い抜く人もいるんですけど、はい。それだともう明らかに遅いんですよ。一回ボイルしてから血合い抜くんですよ。そんでそこでたわしで洗って、うん。それでこっちに確保してばらして置いとくみたいな。そうしないと間に合わないです。そうです。現役みたいな。これだから味が結構その営業してて、後ろになったらちょっと変わったりするんですか？変わる。今日入れてるやつがどんどん出てくるから、味が。このままの状態で、なんか少しこう、入れていかないと全部蒸発しちゃうんで、少しだから変わるの内容とあれだと。ガス代はもう月30ぐらいとかね、25から30ぐらい。いや、ガス代がね、やっぱり都市ガスじゃないし、都市ガスはでも弱い、ガスが。やっぱり寸胴が1個っていうのが一番大変さが出るよね。そうあれば、1、2、3でずっとやってられるから、休む時間もおのずと増えてくるんだけど、このでかいやつがなんかもう1個置ければまだ全然違うかもしれない。寄ってたかって作ってまいりますなどとコメントしています。ネギラーメンとラーメンがネギチャーシューとかはこの辺がみんなよく一番頼むやつなんで、ただスタッフとかのだとお客さんの要望で TKG がみんな欲しいっていうことで TKG を増やしたんで、一番はだからネギラーメンがやっぱり一番、ネギチャーシューとネギチャーシューかな、どっちかな、こっちがしのぎ合ってる。あと味噌。ライスが3種類、小中大体じゃないですか。グラム数をちょっとお伺いしたいんですけど。グラムがだいたい150、220、300くらい。朝来る人はだいたい中華普通盛りで、だいたいダブルの大盛りを食べる人が多い。大盛りだってまあ 150g なんですよ。だいたい普通多分120ぐらいじゃないかな、130とか。うち 150g でやってるんで、普通盛りが。なら 300g みたいな大盛りがね。戦火を逃れて日本にも多くのウクライナの人たちが避難して
番目濃いめ多めで。はい、出ますね。はい。すみません。お待ちどうさまです。全増しのチャーシューネギ。ありがとうございます。こちらですけれども、東京都内の大阪の地域の方でお買い上げご時代ですので、この時間ではということで、関東甲信ではまだ東京都おはようございます。トランプ大統領と日米首脳会談を終え帰国の国に着きました。はい、出まして。はい、すみません。中盛りのチャーシューのみです。今ライス出します。はい。ごちそうさまでした。はい、すみません。ありがとうございます。美味しかったです。ありがとうございます。ちょこちょこ。いや、ここは2回目ですね。地元の方ですか？まあ地元っちゃ地元ですね。今日は休みなんですけど、一番近くて一番早くやってる店だったんでまあラーメンショップ自体は好きなんで、まあ、それで来た感じですね。一番最初に来た時は全部普通で食べてからこれだったら濃いめの方がいいかなとか、まあ初めなんか評価とか見たらちょっと低かったんですけど、いやそこまででもないな全然と思って。お店の中の雰囲気とかどんどん。まあ全然いいですね。はい。
ナンバーじゃあワン。何も飲んでください。あ、常連さん。何も飲んですよ。夜ご飯これ食べたんです。昨日来ました。すいません、前からすいません。ネギの固めです。あ、結構みんな言い方が多いんだよ。あ、すいません。はい、すいません。はい。はい。野球やれないじゃないですか。はい、前からすいません。ネギ、後から出します。薄めになってます。先週3回来ちゃったから。3回も来たんですか。3回も来ちゃった。3回来ちゃい。通勤の通りがけでこの店を見るとついつい寄っちゃうっていうか。朝空いてるとこないですもんね。ね、来ようと思ったら、もうスープがなくて閉まってて来たかったけど来れなくて次の日来ましたね。あ、すいません。今までは相模原の方で行ってたけど、ありがとうございます。ここができてついついここ寄ってしまう中毒になってる。ありがたいです。はい、すいません。今日ラーメンがすいません。ダメです。何も他の話できないじゃないですか。もう大丈夫です。この味はやめられやみつきになってるから来てるんですよ。今日週に2回くらい。そうですね、2、3回来ますね。お仕事何されてるんですか。まあ製造業。出勤がもう今6時ぐらいですけど、6時半とか。そうですね、まあ6時半ぐらい。朝ごはんになっちゃいますね、やっぱ。おいくつなんですか、お兄さんは。63になります。朝からラーメン重たくない。まあ日頃からラーメンが好きで、やっぱやめられないですね。店長の雰囲気とかどうですか。そうですね、明るい人で、なんていうかな、話し上手で。好きな人じゃないとこんな朝早くラーメンっていうものはなんか作ってくれないんじゃないかなと僕は思います。カスタマイズちょっとおすすめあれば最後お伺いしたいんですけど。そうですね、やっぱネギが好きなんで、やっぱラーメンションのネギをやっぱ麺に絡めてネギを食べるっていうのがおすすめですね。そこは最高です。はい、おはようございます。お金ございますか。濃いめで。おととい発表された東京での桜の開花。おととし品揃えを売りに集客につなげているということです。お気をつけて、どうも。今後も継続される予定です。長めに入って。勤めて半年経ってないです。おすすめのメニューがあればちょっとお伺いしたいんですけど。ネギチャーシュー麺で自分でもこう食べられたりとかされるんですか。す。します。多い時は週に5日です。麺そういったのはは固めが好きです。
あと卵麺があるので、なんかお好みで卵麺とかいいかなと思います。そう、ちょっと最近ラーメン飽きてつけ麺食べてます。どんな方ですか、加藤さんは。加藤さんはちょっと少年っぽい人です。すぐはしゃぎます。なんで隠さなきゃいけないのって。俺に多分100違い特に俺もそうだけど、親の関わらず見た目の問題もある。だけど、そうだ、これも違うな。甘多めであと普通。はい。伝わったら嫌じゃん。警視庁は不正な水増しを繰り返していたとみて警視庁によりますと、去年1年間の運営が始まった1950年以来、過去最多となりました。昨夜、マイナレスについて、こちらも過去最多です。今年の正面に、ごちそうさま。あ、すみません。ありがとうございます。はい、ネギチャーです。涼しいですねと感想を話しています。安心安全な会社。主演映画の主題歌に決定。アクション満載がユダカ世界各国で起きたミステリー3月に入り卒業シーズンに38はあれだ。田中玲奈さんが自分に問いかけていただけるような映画じゃないかと思います。今あ、ちょっとメジャーのことしかちなみにこれまででこの飲食店をされたこととかあったんですか。あ、はい。いラーメン屋さんでですか。や、カレー屋です。あ、カレー屋さんで、はいへー。垂直をキープしながら慎重に進み、
おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。9個スタンプシールですか？シールですか？あ、これなんかね、お客さんが作ってくれて。裏のタイヤのとこもですかこれ？裏はね、遊びでこうやったんだけど。あ、ご自身で？そうそう。そしたらお客さんがこういうのを作ってくれて。席お願いします。はい。ゴミの流れってどんな感じになっていくんですか？さあ、スープを作ってってでネギを仕込んでいったりとか、まあそんな感じですね。秒でやっていかないと間に合わなくなっちゃうんで。お名前とご年齢伺ってもいいですか？坂本哲夫、53歳。お店は何年ぐらいされてる？おかげさまで94年。この6月で5年目入る。おはようございます。お願いします。今日何時起きなんですか？今日は3時。ってことは毎日3時起き？はい。このお湯で炊いてるんですか？もう熱湯で一気に炊き上げちゃう。ラーメンショップの場合、炊き出しスープって言って、お湯を足しながら濃くなりすぎないように使ってるっていうのは、全部手作りで、そのお店で作ってるっていう感じ。で、結構お店ごとに味がちょこっとだけ違ったりする。だからやっぱそのばらつきっていうのはやっぱりそのお店の味っていうかね、そのお店のやり方が微妙にこう違うとか、そういうのがあるんだと。このラーメンショップのラーメンだと味でいうとちょっとどういうところが特徴？まあ、こってり感はあるんだけど、やっぱりこうスープがそこまでドロッとしてなくて、飲みやすい、食べやすいなってると思います。この大量のネギは1日分ですか？いや、全然、中途まだできる。取れないですか？えええ。初めて来た人はどれを頼むとこの店の味を分かるというかありますか、そういうの？やっぱりもうこの辺にあるのが、その写真になってるのはおすすめ。ネギもチャーシューもたっぷり焼いてて、まあまあの値段はするんだけど、もう必ず納得いってもらって。
味的にはこう醤油、味噌、塩っていう展開なんですけど、やっぱり塩がかなり出てますね。塩ネギチャーシュー麺が一そうですね。はい。皆さんどうやって食べるんですか？ご飯とかを頼まれて食べられるんですか？頼む人もいますし、まあご飯ともよくあるんだけど、まあ、満足してもらえると思います。店内にデザート系のなんかクレープとかがあるのは隣の店舗でカフェの展開もやってるんです。あ、坂本オーナーが。そうで朝は俺がプロビューでやってるんですけど、だからこれでラーメンショップの方がちょっと一段落したらもう向こうは開けに行っちゃう。だからまあ少し朝カフェみたいな感じでやれるようにやってます。ありがとうございます。朝日が浴びられて、で田んぼの風景も見れて気持ちいいんだよ。ロケーションがいいですね。見通しいいし。チャーシューも、はい。片目コテリです。はい、見てますか。楽しい。料理大丈夫です。どうぞ。ありがとうございます。
出し方目コテリリース。ちょこちょこ数えには来てるんですけど、全然これ一番です。あ、そうね。ようやくこれです。ということはどうですか、このラーメンショップに合わせる。美味しいです。美味しいですか。ああ。今日は何を頼まれたんですか。今日はチャーシュー麺。あ、まだ朝5時前ですけど、どうぞ。全然問題ないです。早朝の美味しい朝ラーメンを食べさせてもらってし、チャーシューがほどほどで柔らかいです。マジで美味しいです。どちらから来たんですか、今日。今日は福島県の方から来まして、はい、車で2時前に出まして、で、先ほど着いたっていう感じですね。はい。お仕事とかでなく。あ、仕事でも何も関係なく、朝早く来て、どうしても平日休みやったんで、来ようかと思いまして、それで来ました。また来ます。あ、美味しかった。美味しかったですか。いや、もうスープね、一口目すすった時、飲んだ時、わあ美味しいと思いましたね。もう店主もいい感じの人で、また来ます言ってちょっと喋って。リピありですか。もう全然あります。隣開ける。はい。なんか秘密基地みたいなお店ですね。かっこいいでしょ。は本当秘密基地なんですよ。い。へえ。ゼファーです。これゼファーじゃなくてZ。Z。今年のモデル。Z はもう今も乗ってらっしゃる。乗ってますたまに。でこっちは坂本さん。こっちはね、アルバイトの子が、従業員の人がこれも飾ってくださいって持ってきてね、趣味でやってる。上手でしょ。これじゃあバイトさんの自作。そう、従業員さんがずっと遊びでやってたやつなので、ここに何か飾りたいねって言ったら、じゃあこれ飾っていいですかって言ったら、すげえ。オッケーって感じ。はい、どうぞ。撮りたかったら写真撮ってってください。中も撮れるから、よかったら撮ってみて。開けたばっかよろしいですか。よかった。はい、ただいまお預かりしますね。はい、ありがとうございます。
チャーシュービビしてもらいます。チャーシュー麺です。どうですか？美味しいです。どちらからいらっしゃる？隣の藤岡町。あっちの店舗は何回か行ったんで。まだ6時前ですけど、今日お仕事ですか？今日は遊びの帰り。遊びの帰り。何をご注文されたんですか今日？ネギチャーシュー麺に黒酢七味。酢入れるのが結構好きで、酢入れるとちょっとパンチった感じで美味しいです。ありがとうございます。チャーシューラーメンとライスライス。お待ちどうさまです。近くのごまです。美味しいです。とても濃厚で。何回目のご来店なんですか？7、8回は平気で来てますね。どうでしたか？美味しかったです。お腹いっぱいになりましたか？この後は何するんですか？この後は彼を送り返して、はい、自分も寝ます。帰って寝ます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。お腹いっぱいです。はい、ごちそうさまでした。ありがとうございます。また来ますか？はい。だいたいいつもこの時間ですんで。はい。すいません。この後？はい。この後はもうまったりしてそれからパチンコ屋。はい、すいません。じゃあさよなら。ありがとうございます。はい、すいません。チャーシュー固めとライス。はい、これいらっしゃいませ。ラーメンお味どうですか？お味は美味しいですね。今日はご飯も頼まれてますけど、いつもこうやって食べるんですか？そうですね。大体この感じです。すんごい柔らかくて美味しいですね。味もしっかりちょっと染みてて、汁入ってるし、お得感ありますね。大工さんなんだ。はいかっこいい。自分茨城なんですけど、あ、茨城から来てるんですか？まだ6時ぐらいじゃないですか。はい今日はどういう予定なんですか？今日はこれから足利の現場に向かう予定なので。今からお仕事ですか？はいめっちゃ早起きじゃないですか。そうですね。そうなんだ。ちょっと早く現場に着きたいもので、あはい。なるほど。結構もう朝からラーメン食べられて行かれるんですお仕事は。まあ月2、3回ぐらいです。朝起きてすぐ食べられないんで、途中で、はい、朝食してます。やっぱどうしてもなんかチャーシューが食べたくなっちゃってチャーシュー麺頼んじゃうんですけど、やっぱりチャーシューが美味しいところについ行っちゃいますね。はい。ありがとうございます。はい頑張ってくださいお仕事。ありがとうございます。
りがとうございます。塩ネギチャーシューの大盛りでライスですね。はい。大盛りだと普通盛りで原料が 175g だったらそれが倍です。チャーシューも大きいですけど何グラムぐらいあるんですか、チャーシューは。チャーシューはもう全部でね、120g ぐらいはあります。塩ネギです。はい、ありがとうございます。塩ネギチャーシュー大盛りですね。ドライスです。今日まだ6時半とかですけど、今日お仕事の途中。これから。あ、これから。現場。お味どうですか？ラーメンショップあちこちある。いろんなところ。現場が近ければ。ここのラーメンショップのラーメンのお味はこれはいかがですか？美味しいです。好きなのです。
ありがとうございます。今から仕事ですか？今から仕事行ってます。かっこいいトラックですね。かっこいい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。クレープの生地を作って。クレープの生地？そうですよ。お客さんって今6時ぐらいじゃないですか。はい。大体もう今からずらっと来るんですか？そうですね。だいたい7時半、8時ぐらいまではわらわら来てて、で、だいたいほら8時ぐらいになると会社関係が始まるから、やっぱそれで仕事の人が少しいなくなって、で、やっぱり8時過ぎてくると今度は会社に出入りしてた人が、また移動する人なんかは、一回下ろしたり積んだりした後にまた寄ってもらえる感じ。バイク好きなんですか？バイク、まあ好きっていう感じではなかったんだけど、だんだんみんなのことを見てていいなと思って。若い頃乗ってたんですよ。あ、そうなんですね。若い頃は、まあ川崎の 400cc 乗ってたんですけど、だいぶそれから少し離れて、で、初めて大型の免許取って挑戦して。かっこいいですよね、この。かっこいいですよね。バイク。これでちなみに、おいくらとかって聞いてもいいですか？まあ200万ぐらいです。でも10年ローンだからね。みんなにも買う全然。あとは俺が生きてるかどうか。佐野さん、今日は、ありがとうございました。いや、ありがとうございます。朝めちゃくちゃ早いなと思ったんですけど、モチベーションの部分って何かあるんですか？美味しいものを朝から食べられるお店がここにあるんだってことを知らしたいっていうのは大きいですよね。で、みんなお客さん一人一人仕事をやってる人なんか特にそうだけど、一日中頑張って、ね、頑張りまくってやってるわけだから、外に食べに行く時ぐらいは美味しいものを提供できればと思ってやってます。結構お客さんとコミュニケーション取られてましたけど、お客さんがどういうこと言われるときが嬉しいとかありますか？いや、うまかったとかね、これで頑張れるわとか、また来るよとか言ってもらえるともう銭金じゃないね。やっぱりね、もうまたじゃあお待ちしてますって感じでね。今後こうしていきたいとか、店舗広げていきたいとかっていうのはあるんですか？目標的な。もう今後はね、もうお客さんへのもう本当に感謝の気持ちをお店に表すっていうかね、変わらず美味しいものを美味しく食べていただけるようにやっていきたいと思います。こういう物価高騰とかね、そういうのでいろいろこう食材をこうランクを下げてみたりとかね、あまり価格を上げたくないっていうのはわかるんだけど、それがためにこう、なんか前食べた時よりもなんかなとかね、やっぱそういうのは避けたいもんね。だから少々値段が上がったとしても、やっぱりあの時のあれが食べたいってね、どうせ買えるんだったらさらにグレードアップとかね、そういう方がやっぱお客さん楽しいと思うし、一日中頑張っている人が、ね、一日の楽しみにしてるわけだから、楽しみはもう絶対裏切れない。そういう感じでやってます。なるほど。じゃあ最後に、いつも来てくださるお客様に一言いただけますか？いつもありがとうございます。もう頑張ってね。で、自分も年は取ってきたけど、もう変わらずみんなでやってますんで、またお越しください。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。